構麺の量が多い気がするな、しっかりと。いって。すする TV。 ずるずるどうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、毎週金曜日は辛いラーメンをすすっておりまして、今週の気分はなんじゃろな、なんじゃもということでこちらです。ドン。 JR 八王子駅から徒歩6分くらいのところにあります50番さんにお邪魔してます。こちら50番さんは八王子担々麺、略して八担と呼ぶ人もいるくらい、八王子では知名度の高いソウルフード的なラーメンとなってまして、ちなみにですね、中華料理店で50番っていう名前のお店って調べてみるとね、結構いろんなところにあるんですが、ルーツは明治時代、横浜の山手にありました外国人居住区では、住所がですね、番号で割り振られていまして、1番から100番間ぐらいまであったらしいんですよ。そして50番間に住んでいた中国人の方が、お店の名前として自分の住所をつけたということで、この50番という店名が広まったらしいです。これぞ、ラーメントリビア。というわけで、というわけで、八王子のソウルフード的担々麺を早速すすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。というわけで、50番さん向かってるんですけど、ちなみに今回ちょっとパーコー麺についてのちょっとアンケートもね、先日取らせていただきまして、いろいろ項目があるんですけど、結構ね食べたことがないっていうコメントが多かったのがびっくりでしたね。まあ確かにな、パーコー麺って正直その専門店とかがめちゃくちゃあるわけでもないし、僕も都内に来てから知ったというか、てかラーメンをすする TV 始めてから知った食べ物なんで、確かに知らなくてもそれはもう無理ないのかなっていう気はしますね、全然。前回もねちょっとアンケート取らせてもらった時、なんでお前はラーメンだけ食ってるって選択肢がないんだって言われたんで、今回お前はラーメンだけ食ってろっていう選択肢を入れたらですね、こういうのはふざけた選択肢がない方がいいって言われて、どうしたらいいんだ俺は。じゃあどっちを信じればいいの俺は。もう分かんねえよマジで、これ本当にどうにかしてくれよ本当。とかね、赤坂にあるキスリンのパーコー担々麺が好きでしたとか、キスリンの担々パーコー麺で僕はでしたけどもっていうか、僕はキスリンのパーコー担々麺って感じでしたけど、人によっては全然好きな人もいるんじゃないかと思いますね。パーコー麺があるお店は少ないので、あれば食べるようにしています。昔渋谷にあったチャーリーハウスというお店のパーコー麺が美味しかった記憶がある。知らないですね、チャーリーハウスって初めて聞いたかも。パーコー麺で渋谷といったらやっぱアスカが有名だったんじゃないかと思いますけどね。今はそのアスカのDNA をちょっと受け継いだお店がレンゲのごとくっていうところがあるんですけどね。2つ目のはカレー味なのかな。いやカレー味のパーコーがうまいんじゃんあれ。違うかな。俺結構2つ目のパーコーカレー味がすごい好きでしたけどね。2つ目のね濃厚なもうしょっぱめのパイタンスープにパーコーがねまた合うんですよね。浸して食べてもいいし、カリカリで食べてもいいしみたいな。そしてせっかく作ったラーメンに油物を浮かせてぶち壊してるというか、そうか、そういう考え方もあるのか。でもどうですかね。醤油ベースのそのあっさり系に乗せるんだとちょっとぶち壊してる感はあるかもしれないけど、結構担々麺にパーコーを乗せるみたいなのがあるんですよね。担々麺だったらそこまで大きく壊れるってことないんじゃないかなと思うけどな。結構変わるもんなんですかねこれね。好きをポチ、ありがとうございます。だけどルースー麺、チンジャオルあれうまいっすね。麻婆麺もっと好き。確かにこういう系になるとね、よりちょっとなんていうか中華っぽい感じの町中華とかに結構あったりしますね、ルースー麺は。それこそ今めっちゃバズってるらしい、アメトークでも紹介されてすげえバズってるらしいですけど、渋谷の長楽さんとかね、もうルースー麺といえばもう長楽みたいなとこありますからね。銀座のはしごっていうお店のパーコー麺おすすめです。はしごのパイコー担々麺を、いやはしごうまいですよ。僕もすごく好きですね。ただはしごさん動画 NG っていうのがちょっと残念なんですよね。パーコー麺とは何かって言われたのが難しいけど、豚のね揚げたちょっと衣をつけて揚げたカツみたいな感じですね。豚のカツをラーメンの上にそれ切ってね乗せるっていうのがパーコー麺の定義といえば定義なのかもしれないですけどね。なんか明確な定義があるのかって言われると確かにちょっとあんまり分かってないかもしれないですね。排出の排に骨って書くんですよね、パーコー麺。今回すすりに行く50番さんも厳密に言うとパーコー麺のお店ではないんですけどね。担々麺がメインのお店でパーコー麺もあるっていう感じですね。僕結構パーコー麺好きなんで今回はパーコー行っちゃいたいと思います。ちょっと向かってみましょう。というわけで50番さん着きました。八王子行ったらねめちゃくちゃ有名なお店なんで、もう今もね続々ともう人が吸い込まれてきました。もうサラリーマン風の人が何からとりあえずすすりに行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ50番さん注文せです。まるで昼ドラの相関図のようなメニューの中から、すするはパーコー担々麺を辛さ基本の1からで、さらにミニライスもお願いしました。一応ねふわふわ卵の担々麺が有名なお店なんですけど、せっかくだったらパーコー行きたいなみたいなとこもありますね。パーコーにもふわふわ卵入ってそうだしね。ありがたいことにテーブル席に移動させていただきました。後から気づいたのですが、白髪ネギを玉ねぎに変更することができたらしく、先に気づいてたら絶対変更してたなと思いながら、いい匂いのする店内で待ってるだ。なんか思ったより丼がでかい。すごいですね。いただきます。
こちらが50番さんのパーコー担々麺基本の1からです。ドドン。スープにはふわふわ卵が浮いていて、担々麺らしいスカーレットな色が食欲をそそる。パーコーはノココッチのような大レーツを組んでおり、ドドゲ山のようにどっしりと鎮座している。添えられたキャベツは担々麺に乗せるのは珍しいぞってことでいただきます。なんかすげえ特徴的な匂いなんだな。でもなんなんだろう。ではまずスープ。なんか味噌味。程よい優しさのピリ辛スープで酸味と甘みも感じます。担々麺といえばごまのペーストなどを使うのが一般的ですが、こちらは鶏ガラ醤油スープにラー油を合わせた勝浦担々麺やニュー担々麺に近いタイプです。さあお次はパーコーいきましょう。パーコーはねちょっとまだ衣がさっくりしてるうちに、表面の衣はカリッと、そして中の豚肉が超ジューシーで、ここのパーコーうめい。カレー味がついたスパイシーなパーコーをよく見かけますが、こちらはシンプルイズベストな豚肉と衣の一本勝負で、惜しまれつつ解散した5番6番にも食べさせてあげたい。そんな叶わぬ夢は置いておいて、お次は麺をリフトアップ。麺の量が多い気がするな、しっかりと。よっしゃスーズルおどー。平ざるで揚げられていた縮れを帯びた中細麺は担々スープとも相性の良い粉っぽさもある固めな食感。いって目に入った。はい痛いどうしたらいいんだろう。いやめっちゃ痛かった。初めてかもしれないです。本当スープが目に入ったって。2500日以上の毎日ラーメン生活の中で初のアクシデントに見舞われつつチクショー。でもそんなの関係ねえの精神でポンポンスポポーンとすすりまくっていく。ふわふわ卵により辛さもほんのりまろやかに仕上がっており、実家のような安心感のある味わいにどっぷりと使っていきましょう。キャベツが意外といい味出してますね。食感にもアクセントだし、なんかさっぱりしますね、口の中が。なかなかいい箸休めです。てな感じで後半になってスープを吸ったパーコーもまたビビン。パーコーめっちゃうまい。衣がじゅわっとスープを吸い、このモードの方がよりご飯が進むやもしれません。豚肉のジューシーさに担々スープの甘酸っぱ辛い味わいがよく合い、それは麺も同じことであって、まだまだどんどんエクスプレス。なかなかにボリューミーなのでパーコーやご飯と共に楽しむとなると結構お腹いっぱいになれる。それだけにあまり大食いでない方は注意が必要です。すげえな、マジ結構麺あるな。意外と丼がね深いんですよね。意外と深い。というわけで爆食街道まっしぐらでやってきましたが、さすがのすするも結構腹パン。終盤で結構クタクタになったパーコーもまたご飯を進ませ、スープも合わせて一緒くたにかき込みまくっていると、本日も完食です。大変美味しくすすれました。うっすら汗がにじむ柔らかな辛さが癖になるソウルフードらしい一杯でした。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー50番さんに行ってきたんですけれども、うまかったですね。やはりね地元の八王子は結構ね人気のお店で、もう地元客らしきお客さんとかもなんか昼ご飯時の、ね、サラリーマンとかも続々とお店に吸い込まれていってまして、行列こそできていないものの常に店内は満席でしたね。そして注文したのはね、今回ふわふわ卵の担々麺が一応看板メニューではあるんですが、そのふわふわ卵のスーププラスパーコーが乗ったね担々パーコー麺いただきまして、周りの常連さんっぽいお客さんはねもう辛さ10倍とかもう結構ねしっかり辛めにして食べてたんですけど、僕は初めてだったので僕はノーマルのパーコー担々麺いただきました。なんかねスープ一口飲んだ時に結構不思議な味だなと思ったんですけど、割とね魚介系の味が強くて、でねタレがねなんだろう、なんか味噌っぽい味というか、多分味噌だれじゃないと思うんですけど、なんかちょっとこう味噌っぽい味がして、魚介と味噌っぽい味とそして担々なんでね、結構本当にオンリーワンなね個性的な味わいでした。さらにねそこにたっぷりのこうふわふわ卵が乗ってくるんで、ちょっとなんかかきたま汁的なね側面もあって、でもふわふわ卵がね非常に麺に絡んできて美味しかったです。麺は結構縮れたコシのある細麺で、見た目以上に結構ボリュームありましたね。なんか丼がね結構深くて、もうなんかセブンティーンアイスみたいな、一番最後までアイス入ってるみたいな、しかも最後チョコ入ってるみたいな感じで、
で、結構麺もたっぷりめで美味しかったですね。そしてパーコーもね、豚肉が非常にジューシーで、パーコー麺のパーコーってスパイスの味というか、ちょっとカレー味みたいについてるところもあったりするんですけど、特にカレー味とかついてなくて、ナチュラルなもうほんと豚の味って感じで、非常に美味しかったですね。いや、結構ね、前々からすごく気になっていたお店ではあったんで、八王子のね、これまたもうソウルフードどんだけあんだみたいな、八王子ソウルフードラーメンどんだけあんだみたいな感じではあるんですけど、そういったお店にね、行くことができて非常に嬉しかったです。あと今日本当にもうめっちゃ寒かったんで、今日ちょっと担々麺すすってね、結構体が温まって本当に良かったですね。いや、美味しかったです。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、50番さん、担々麺界の満塁男や駒田ですね。エラーより満塁男でしょうか。